さ、俺こないだ動画撮ってたら幽霊が映ってた。ほら。うわ、本当だ、怖っ。心霊映像じゃん。それ以来ご飯食べてもすぐ飲み込んじゃうし、夜眠ってる時の記憶も全くないんだよ。悪霊に取り憑かれたかもしれない。除霊してもらった方がいいよ。やっぱりそうかな。あれ、これトイレじゃない？てか何この視点。ちょっと出来心っていうか。何、盗撮したの？そうなんだよ。だから除霊を依頼したらバレちゃうかもしれなくて。どこで取り憑かれたか言わなきゃいいじゃん。どこで取り憑かれたかわからない霊能者、絶対本物の霊能力ないでしょ。確かに。だから裏社会のドンであるお前に絶対秘密を守る霊能力者を紹介してほしいんだよ。二度と人前で俺が裏社会のドンであることを口にするな。わかったよ。はっ、これで除霊が完了しました。ありがとうございます。ちなみに幽霊の正体は何だったんですか？トイレを盗撮している時に死んだ自爆霊ですね。類は友を呼ぶか。ねえねえ、駅前の動物専門のペットショップでさ、動物専門じゃないペットショップがあるの？そのペットショップでね、売れ残りすぎてちょっと進化しちゃった猿がいるんだって。売れ残りすぎて進化した猿？なんかもう普通に喋ってるらしいよ。普通に喋ってるの？だいぶ人間になってるね。ちょっと見に行かない？行くよ、それは今日法事だったけども。愚かな人間どもよ。お前たちは我々猿が一路をたどってそなたたち人間に進化するものだとうぬぼれておるが、我はここからそなたたちを見ていて、決して人間には進化するまいと心に決めておったのだ。うわ、何これ。愚かな人間たちを。マジキもいいんですけど。愚かな。ねえ、もう行こ愚かな者どもだ。ますます売れ残りそうだな。他店より1円でも高い場合はお知らせくださいか。あれ、これ駅前のスーパーの方が1円安かったよ。お、じゃあ店員さんに言ってみよう。安くしてくれるかもしれない。すいません、これ他の店の方が安かったんですけど。ああ、承知しました。当店で価格設定の低い店を発見。担当者は至急出動体制に入ってください。繰り返します。なんだなんだろう。出現率高いな。あ、ごめんなさい。店内禁煙です。今つけたばっかなんですよ。当店では他店より1円でも高い商品があった場合、はい。他店を潰します。これで当店が一番安いです。いや、やっぱり安くて助かるわ、この店。お前って遠くから見ると虫に見えるよな。そうかな。なんだよ、人かよ。俺この後バイトだから。じゃあまたな。この店さっきから虫がいるな。すいません。うわ、虫が近づいてきた。はい、お伺いします。ああ、店員さんか。また虫が飛んでるな。店員でしょ？あ、そうか。あれ、誰か来てるのか？やば、彼氏帰ってきた。あれ、一人か。当たり前じゃない。悪い虫でもついたかと思ったよ。まさか。聞こえますか？私は今、あなたの脳に直接話しかけています。ガチで直接話しかけているがゆえ、そこには空気の振動を電気信号に変えて脳に伝える仕組みが一切なく、実際のところ、私は今ただの独り言を喋っています。しかし、この過酷な無人島生活で私が正気を保っていられたのは、あなたが私の話をいつも聞いてくれていたから。ありがとう。そして、さようなら、ウィルソン。俺将来家庭を築いたら猫飼いたいからさ、捨て猫に GPS と盗聴器を仕掛けたよ。どういうことだい？猫を拾った人をストーカーしていずれ結婚すれば、猫のいる家庭が一発で築けるからね。それに捨て猫を拾うような人だ。きっと優しい人に違いない。よし、影から見ていよう。あ、猫が勝手に。よし、追いかけよう。この建物の中だ。声がする。女性が襲われてる。なんだって？助けよう。うん。うわー。なんだお前らは。ありがとうございました。これを機に将来僕と猫のいる家庭を築きませんか？私猫アレルギーだから。いいことしたね。うん、いいことした。ここがおすすめのお店か。そうそうお。待たせいたしました。おー、来た来た。わ、いただきます。いただきます。うん、うまい。美味しいね。まだ食べてない。食べてみな。美味しいよ。いや、いいや、もう。なんで？だってネタバレされたから。ネタバレ？だって美味しいんでしょ、これ。うん。じゃあいいや、もう。なんで？だってもうオチ分かっちゃったから。オチ？どんな感じかなって楽しみにしてたのに、先言われちゃったから、美味しいんだ。いや、でも食べてみなよ。もういいよ。食べてないけど、ネタバレを食らったから。うまいこと言わないでよ。先にうまいって言ったのそっちだろ。お客様。ああ、
すいません。大声出さないでよ。あくまで個人の感想だからさ。私は美味しかったけど、食べてみたら意外と美味しくないかもよ。美味しくない可能性があるお店になんで誘ってきたの？いや、それは。ひどいよ。お客様、他のお客様のご迷惑になりますのでお帰りいただけますか？私ですか？オチを先に言っちゃうなんて人としてどうかしてるわ。ほんと、あの子がかわいそう。ここにいるのは人間じゃない。オチを貪り食らう妖怪の類だ。さあ、全日本高所恐怖症大会決勝戦、いよいよ決勝です。怖い。どっちが勝つんだろう。ギブアップします。ギブアップです。優勝が決まりました。ギブアップした方が優勝なの？そりゃ高所恐怖症大会だもの。すいません、怖くて表彰台登れないので優勝は辞退します。 1位の方が辞退されたため、2位の方が繰り上げ優勝です。2位の方がそのまま1位の高さまでお上がりください。すいません、怖くて無理です。辞退します。2位の方も辞退されたため、3位の方が優勝です。3位だとあのくらいは登れるのか。嬉しいです。なんか盛り上がりに欠ける大会だな。全然上がんないよ。そりゃ高所恐怖症大会だもの。俺ハリウッドにリメイクされたよ。 Why so silly ass? いいなあ。あ、そうだ、今日もみんなでかくれんぼするけど来るかい？ The only thing I don't go to is bed. 1、2、3 Would you prefer to erase your memory yourself or have your head over for them? 市民を脅してかくまってもらうのはなしだよ。 I have no learned someone is a can time out. 次は鬼をやってもらおう。Yes, Johnny! I'll be back. いい、もう来なくていい。こちら友人の富豪くん。フグタです。今日はお誘いくださいましてありがとうございます。いえ、僕らも闇鍋って初めてで手探り状態ですがよろしくお願いします。一応ルールとしては取ったものは絶対に食べきるってことだね。オッケー。じゃあ電気消すよ。各自お鍋に食べ物を入れてください。じゃあ食べよう。いただきまいす。いたただきます。だきます。怖いな。何が何だか全然わからないよ。お、これはチョコレートかな？うわ、辛。なんだこれ。痛い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 。あれ、なんか一個すごい美味しいのあるな。あ、本当だ。何これ。うまっ。ほんとだ、美味しい。じゃあ電気つけるよ。ふう、食べた食べた。あれ、フグダさんはあれ、富豪くん、トイレどこ行ったんだろう。どうしたの？なんか体が痺れて。大丈夫？あれ、僕も体が動かない。俺も。そこさっきまで女性が座ってましたよ。痴漢ですよ、あなた。ほうさっきまで女性が座ってた席に男の人が座ってる。もうイエー！この人痴漢です。男の人が女の人のぬくもり感じてる。もうイエー！めんどくさ。迷惑人間ホルダーに移動しよう。社長さん。大変申し上げにくいのですが、あなたの余命は残り30日です。は？あなたは今多数の人から迷惑人間として報告され、迷惑人間フォルダーに振り分けられています。迷惑人間フォルダーの人間は30日後、自動的に削除されてしまうのです。そんな。あなたが助かるための方法は一つ、みんながあなたのことを迷惑人間ではないと認識することです。この日から私は他人に徹底的に善意を施した。飴食べる？飴ちゃん。ねえ、美味しいから。ありがとうございます。かわいいねー。ねえ、いい子ねー。何ヶ月ねー。かわいいねー。唐揚げにレモンかけるわね。かわいいねー。ねえ、いい子ねー。ねえ。いないいない。うちの犬が一日警察犬に選ばれたよ。すごいじゃないか。せっかくなら悪いやつを捕まえたいな。君は随分自分に自信があるんだね。君は自分は悪い奴ではないと胸を張って言えるというわけだ。つまり嘘の一つもついたことがないんだね、君は。ごめん、実はうちの犬が一日警察犬に選ばれたというのは嘘なんだ。それ見たことか。I'm sorry。まあでも僕も犬が悪い奴を引きちぎるところを見たいと思っていたんだ。しかしそれには危険が伴う。良い子は真似しないでねというやつさ。どうだろう、プロの悪い奴を雇ってみるというのは。そんなサービスがあるのかい？ああ、レンタル悪い奴という商売をやってる人がいるらしい。早速依頼してみよう。全然来ないな。遅すぎるよ。キャンセルできないのかい？もうお金振り込んじゃったよ。もしかして詐欺じゃないのかい？だってレンタル悪いやつじゃないか。くそ、悪い奴ね。
そちら側にも肘掛けありますよね。ここは仕切りみたいなものでお互い使わないのがマナーだと思うのですが。でもあるのに使わないの肘掛けかわいそうじゃないですか。勝手に物質を擬人化して2対1みたいな構図にするのやめてもらえます？擬人化じゃないよ。僕は真ん中肘掛けの妖精だよ。真ん中肘掛けの妖精？ちょうどいい。本人に聞いてみよう。君は使われるのは嫌かい？やっぱり誰かの役に立てるっていうのは少なからず嬉しいことさ。でも僕にも気持ちがあるからね。使ってほしい人と使ってほしくない人がいるさ。ほらね、こんなエゴイストよりきっとこの妖精さんだって私のような人の方がいいはずよ。君はどっちに使われるのがいいんだい？そうだね、はっきり言って僕ら妖精界隈ではこんな風に品がなく粗雑にお弁当を食べる人は良くないわよね。当たりと言われているね。粗雑であればあるほどおこぼれに預かれる可能性が高いからね。特に今日みたいに酒なんかあると最高さ。わーい、酒だ酒だ。やあみんな来たね。今夜はパーティーナイトよ。お兄さんすっかり人気者だね。参ったね、こりゃ。そう。事故物件に住んでるの？そうだよ。だからめっちゃいい間取りなんだけどめっちゃ安く住めてんの。幽霊とか出ないの？出るよ、自爆霊。出るの？でも私昔からめっちゃ見える人なのね。だから全然平気慣れちゃった。この子不思議ちゃんだから。ただいまー。不思議ちゃんじゃないのにね。無駄に高いレストランだったよ。本日政府は自爆霊のいる世帯からも住民税を徴収する法案を可決成立しました。誰だろう？あ、この子です。私、渋谷区役所の者ですが、本年度から自爆霊さんの方にもですね、住民税の方、課税させていただくことになってるんですけれども、こちら自爆霊さんのいらっしゃるお住まいということでよろしいでしょうか？もしいらっしゃる場合は、世帯主様の方にですね、自爆霊さんの税金分もご負担していただくことになります。自爆霊いるって言ってたよね。嘘です。やっぱりあの子ただの不思議ちゃんだったでしょ。これ以上国民を苦しめるな。減税をしろ。もう首くくるしかないのよ、私たちは。君はどうしてこの国の政府が国民を苦しめる政策ばかり行うのかわかるかい？もっと大きな視点で国のことを考えているからですか？バカだな、違うよ。自爆霊を増やすためだよ。もう首くくるしかないのよ。いいアイデアを得るためにはリラックスすることが大事です。そのため我が社でもメディテーションルームに本当に人をダメにするソファーを導入しました。どうぞ皆様ご活用ください。これが本当に人をダメにするソファーか。どうだい？ダメになりそうかい？ああ、俺はもうダメだ。ダメ人間だ。そいつはよかった。すごいリラックスだ。その安息感なるや、今では自我を完全に崩壊させ、深層心理に潜んでいたアイデアを余すことなく表層意識に運んできたよ。つまりいいアイデアが浮かんだと。ああ、行こ一体どこへ向かってるんだい？すべては今ここさ。さっきから盗撮してますよね。してませんよ。明らかにおかしいじゃないですか、その体勢。どうしたんですか？この人盗撮までスマホで盗撮してくるんです。してませんって。ちょっとあなた、そのスマホ見せてください。別にいいですけど。データが残ってるはずです。あれこれおもちゃだ。よく携帯ショップとかに置いてあるサンプルのやつだ。そうですよ。だから何の機能もないですよ。なんだあなた早とちりですよ。何なんですか？紛らわしいことしないでください。なんでそんなスマホの模型なんかいじってたんだい？ああ、これ一見おもちゃだけど、隠しカメラが仕込んであってそっちで撮ってたんだ。いいアイデアだろ？ダメになった人のアイデアはダメだ。今日はどうされました？ちょっと右肩が火事みたいなんですけど。では順番にお呼びしますのでおかけになってお待ちください。どうぞ診察室お入りください。はい。今日はどうなさいました？昨日から右肩が火事みたいで。ちょっと見てみましょうか。お願いします。ああ、これちょっと全身に転移しちゃってますね。どうしてもお金が来なかったの？ちょっと仕事で。これうちじゃもう難しいからもっと大きな消防署紹介しますね。ああ、わかりました。こちら紹介状になります。ありがとうございます。ああ、紹介状燃えちゃったよ。すいません。紹介できないな、これじゃあ。消化はできますか？でお水をお出ししときますから、お大事になさってください。お大事にどうぞ。誰か怪獣から街を救って。俺の出番かな。君は俺は世界を救う者。スーパーヒーロー。頼んだ。ちょっと子供に戦いに行けって言うんですか？じゃああなた言ってくださいよ。私女性ですよ。負けそうよ、響きよ。いや、あの子戦いながら成長してる。本当だ、どんどん大きくなっている。せいや、これなら倒せるかも。どうしたの？多くね。成長痛です。ごめんなさい。見学でもいいですか？急に成長しすぎたんだ。やっぱり帰ります。子供に戦いに行かせた私たちが怪獣だったんだわ。虫をまたぐなと言ってくるローバー。おい、虫をまたぐな。ああ、虫か。虫をまたぐなよ。お前は虫またぎか？虫またぎじゃないよ。僕の家はそこなんです。家なんか虫にくれちまえ。そんなどうしよう。あ、板金屋のおじさん。どうしたお金顔して。道でおばあさんが虫をまたぐなって。家に入れないん
んです。どうしてもね、虫殺虫剤で巻いちまえばいいんだよ。いいのかな？長いしねえよ。じゃあお願いします。あれか。はい。僕生き物は殺さないことにしてるんですが、これって僕虫殺しに関与してないですよね。大丈夫だ。おじさんが殺虫剤かけてやる。そっち私が問題だと分かった。虫たちが消えた。おじさんどうしておばあさんが虫だと分かったんですおか？じさんには全てお見通しなのさ。さあ行きなさい。日が暮れちまう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいなあ。全てを見通す目を持ってるんだ。注意してくれてたのか。いや、今日は占い師かい？そうなんだ。お姉ちゃんがガキは外で遊んでこいってすい。ません、占い一つお願いします。どうぞ買ってください。お客様ずいぶん肩に力が入ってらっしゃいますね。連日のテレワークで肩も背中も凝り固まっておりまして。占いによると凝りをほぐすことは可能であると出ておりますね。手相占いですよね。私まだ手相見せておりませんが。手のない方もいらっしゃいますから、最近はこんな感じでやらせていただいております。なるほど背中にちっちゃな公園を設置して道に寝っ転がっててごらんなさい。すぐに子供たちが集まってきてあなたの背中を踏んでくれるでしょう。なるほど、そうすれば凝りもほぐれるというわけですね。攻略すぐったくてたまらん。ちょっと子供たちが軽すぎたね。あれじゃ凝りがほぐれるって感じじゃないか。うるせえ。凶暴そうなおじさん。声がうるせえんだよ、この野郎。しかしおじさん、あまり野蛮なことしちゃいけませんよ。声ってあって笑い声ですから。公園でうるせえんだよ、この野郎。おばあさん、おじさんが公園を殺そうとしてるんです。逮捕してください。でも公園を殺しちゃいけないっていう法律はないからな。公園からなくなっちゃってもいいんですか？どうしてこれだけ大人がいて目の前のおじさん一人の殺人を止められないんですか？僕のせいだ。うわー、あれ凝りがほぐれてる。えここがツボだよ。ようやく静かになった。心地よい針と鍼灸師か。 CM が流せない？ああ、タイトルがタイトルなだけにテレビ局の方で怖がってな。どうすんすか先輩。さすがに CM 打てないの厳しいっすよ。放送できないのならもう放送しているところに行けばいい。動くな。少しでも怪しい動きをした奴は殺す。確かにカメラいっぱいありますけど、宣伝する空気じゃないっすよ。私の風船。動くなって言っただろう。先輩！ここは？あ、先輩、よかった。まさか先輩にあんな正義感があったなんて。おい、どうなった？大丈夫です。女の子は無事です。じゃあポスター、宣伝、ちゃんと放送された？あ、そっちですか。そりゃそうだよ。そのために命がけでやったんだ。実は、なんでこんなモザイク？なんか撃たれてここちょうど卑猥な言葉になっちゃったから、テレビ局が怖がっちゃって。怖がりすぎて真実流せなくなったらおしまいだろう。君才能ないから漫画家はもう諦めた方がいいんじゃないかな。才能あるのに、どうして誰も認めてくれないんだ。そこのあなた。物心ついた時にはもう自分は明らかに周りの人と比べて才能があるなと自覚していて、うまくみんなと僕と一緒だ馴染めなかったんです。ここにはあなたと同じように、周りの評価と自分の才能辞任のギャップに苦しんでいる人たちがたくさんいます。共に戦いましょう。この出版社はトランス才能への差別を行っている。才能辞任があるの人のことを、ちゃんと才能がある人として見ろ。下手に叩かれるより犬に噛まれたと思って一冊出版してやった方が安いかもしんないですよ。皆さんのおかげで漫画家デビューが決まりました。知り合いしか来ない。この国にはトランス才能への差別がはびこっている。才能辞任があることをカミングアウトしている僕は、この国ではあまりに生きづらすぎる。外国に行こう。そうすればみんな僕を才能ある人物として受け入れてくれるはずにゃ。にゃーにゃー。キモ。は？生物辞任が猫の人のことを認めろ。人って言っちゃってんじゃん。大船よしこの本当にあった話。未収の老婆。私は以前地域最安値の漫画喫茶でアルバイトしていました。そこは住んじゃってる状態のお客様がたくさんいて、住んでいる間に認知症の症状が出始めてきたおじいさんもいました。 12時間追加、いくら？あ、先ほどお伺いしました。もうお題いただいてますので。ある日朝礼で社員の人に、今日こそ絶対未収回収して逃げられないようにね。と言われました。あるおばあさんがずっと追加料金を払っておらず、かなり高額になっていたからです。店員たちは彼女を未収の老婆と呼んでいました。そろそろお金払ってもらわないと警察呼びますよ、とおばあさんに伝えると、今手持ちがないから息子に持ってきてもらうから。役所に勤めてる息子がいるから。と言っておばあさんは自分のブースに戻っていきました。しかしいくら待っても息子さんが来ません。もう一度おばあさんのブースに行ってみると、お客様あれトイレかな、失礼します。ドアを開けてみると、おばあさんは自ら命を絶っていました。結局彼女は未収の老婆のまま、その漫画喫茶を去ったのです。今日中に未収回収しろって言っただろ。すいません。 12時間追加、いくら？もうお題いただいてますので。おばあさんの分もらっちゃえばよかったのに。はぁ、どうして腕を吹けるアプリだもの。あの子また私を騙しやがって。モンスターが出たぞ。くそ、外した。急に耳元
外で大きな声出さないでくださいよ。びっくりするな、もう。耳痛いな。救急車。いいです。自分で歩いていきますから、耳鼻科。そうじゃなくて、僕です。撃たれて。あなたね、人の耳をおかしくしといて自分だけ救急車で病院行くって自分勝手ですよ、それ。非常識ですよ。恥ずかしいですよ。謝ってほしいな。モンスターが女の子を早く撃たないと。でももしまた外して女の子に当たってしまったら。どうしよう。あ、そうだ。うわー。深みアプリモンスターが。さって消えた。クマだ。みんな死んだふりしろ。ゾンビ、いや死の先をやらないでよ。普通の死体でいいんだよ。魂は永遠なり。魂じゃなくて、肉体の方で死んだふりしてよ。てか、どうやってんのそれ。死に方即身仏。あー、待ってー。だからやめといた方がいいって言ったのに。何が見えてたんだろう。お祭りじゃないのに屋台を出してしまった。あの子また私を騙したな。なんとか売り上げて諸場代を払わないとマグロ漁船行きだぞ。こんな平日に何のお祭りだろう。あ、平日を祝うお祭りです。平日を祝っちゃったらそれはもう祝日じゃないか。何か変だ。行こう。あ、今日お祭りじゃないんじゃね？まずい、このままじゃお祭りじゃないことがバレてしまう。あ、今日は駐車場の精霊を鎮める駐車場のお祭りです。駐車場の精霊ってあれですか？お祭りです。あれはゴミに草をつけるスーパーバカ害悪モンスター、口草。逃げなきゃ。これ駐車場の精霊を鎮めているところ見てえな。見たいよね。静まれー。うわー、屋台が。あれ今の音花火かい？やっぱりお祭りだったのか。はっ、夢か。よかった。どうぞご覧ください。すいません、あったかい服ありますか？こちらはいかがでしょう。マジであったけそうだよね。何してんだこら。他のお客様に引火してしまった。思えば儚い人生であった。お客様。高校生の時など、ただサッカー部の後ろを歩いているだけで、あの人なんか勘違いしてね、などと言われたものだった。ちくしゃクソが絶対イケメンに生まれ変わってやる。これが顔の造形を決める装置だな。数値を変更してね。よし、超絶イケメンにしてやるぜ。設定完了。次は絶対にイケメンに生まれてやるんだ。元気な女の子ですよ。最初の顔か。自分が有名人に似てるか調べる方法。この方法を使えば難しいアプリなどを一切使わなくてもすぐに客観的意見が手に入ります。まず混んでいる飲食店に行きます。次に順番待ちの紙に自分が似ていると思っている芸能人の名前を書きます。順番が来るのを待ちます。店員さんが迷わず自分の方を見て、1名様でお待ちの若手様。はい、と名前を呼んできたら、あなたはその芸能人に確実に似ています。また、応用編として予約の電話を有名人の名前で入れ、店に着いた時にこちらが名前を名乗らなくても、お待ちしておりました。と店員さんの方から案内してくれれば、あなたはその有名人に確実に似ています。ぜひ試してみてね。自分が有名人に似てるか調べる方法。この方法を使えば難しいアプリなどを一切使わなくてもすぐに客観的意見が手に入ります。まず混んでいる飲食店に行きます。次に順番待ちの紙に自分が似ていると思っている芸能人の名前を書きます。順番が来るのを待ちます。店員さんが迷わず自分の方を見て、1名様でお待ちの若手様。はい、と名前を呼んできたら、あなたはその芸能人に確実に似ています。また、応用編として予約の電話を有名人の名前で入れ、店に着いた時にこちらが名前を名乗らなくても、お待ちしておりました。と店員さんの方から案内してくれれば、あなたはその有名人に確実に似ています。ぜひ試してみてね。あれさっきもここ通ったような。僕たちさっきから同じところをぐるぐるとループしていませんか？やっぱりそうですか。ドアも開かないし、全然地上に出れないじゃない。変な人だ。殺される。ちょっと、警察呼んで。警察なんか来れませんよ。あなた捕まえなさいよ。なんでですか？僕警察じゃないですよ。男じゃない。男も女も関係ないでしょ。男の方が警察に近いじゃない。棒持ってんだから。何言ってんだあんた。僕はただの会社員なんです。警察じゃないんですよ。私だって警察じゃないわよ。ただの学校の先生よ。公務員じゃないですか。あなたの方が警察に近いでしょ。もうほとんど警察じゃないですか。警察じゃないわよ。小学校の先生なんだから。あなたはご職業は？駅員。駅員？なんとかしなさいよ、この状況。いやでも、まだ出勤してないんで、出勤してない駅員と教師だったら教師の方がずっと警察に近いじゃないですか。教員免許持ってんだから。教員免許あったら人殺せるって聞いたぞ。教師にそんな権限はない。こいつは死刑にしろ。できないよ。あなたは何やってる人なの？人を追いかけたり捕まえたり。一番警察に近いじゃん。警察だよお前は。
ここが接客態度の悪い店か。あなたやめなさいよ。ただの普通のレストランよ。聞こえるわよ。だって接客態度悪いから。すいません。来ない。忙しいんじゃない？すいません。すいません。はい。すいません。はい、何ですか？すいません。来てますよ。何？いや、接客態度悪いからこちらがなんか悪いことしたのかなと思って謝ってるだけです。すいません。ご用がないなら失礼します。いや、もう失礼してるよ。失礼なんだよ、お前はとっくに。ややめなさいよ。めなさいよ。バイトはやめてくれ。違う、あなたに言ってるの。やめなさいって。犬が鳴いてる。すいません。うるさかったですよね。ごめんなさい。私ですね。接客態度の悪い店のオーナーをしているものですが、ぜひあなたをスカウトさせていただきたく。証拠隠滅でティッシュを毎回トイレに流していたら、下水のどこかでカエルの卵と受精したらしく、ある日どことなく自分に似たカエルが、と言って家にやってきた。まだ父親になるような年齢じゃないよ。第一は認知。パパ、今日こそ認知してもらうからね。それはできない。どうして？そんなの無責任じゃないか。ちょっと妹に似てて。デリヘルかよ。デリヘルのチェンジの優しい回しやねえか。そうじゃないよ。結構生きるな。スマホでカエルの寿命調べるな。帰ってよ。帰れ。なんですか？カエル？帰れって。カエルじゃないですか？カエル。違うってもう帰れって言ってんの。何もうちょっとカエルとカエルが似ててもちょっとよくわかんないんでもう済んじゃっていいですか？いいわけないだろ。もうなんでこんなことに。じゃあ認知しなくていいんで、そう冬の間だけね、いいでしょ、住んで。まあそれだったらじゃあいいよ。いいって悪魔売りますよ。未来、人間同士の絆はますます希薄になり、人々は共通の敵を持つことでしか良好な人間関係を保つことができなくなっていた。そのため、家庭でも職場でも悪魔の存在が不可欠であった。悪魔売りますよ。ちょっとあなた、この間買った悪魔逃げちゃったんだけど、早く探してきてよ。おー、すいません。怒りの矛先がこっち向いちゃったら大変だ。いた。おい、戻るぞ。ん？恋人？わかった。いいよ、好きにしな。あとは何とかしておくから。まさか悪魔まで悪魔を欲しがるとは、世も末だな。おお。3人で幸せにね。彼らは小さな悪魔を新しい家族として迎え入れた。それは到底人間には真似できない悪魔の所業であった。キッチンで注いで飲みながら歩くから飲みながら歩くから部屋に着いた頃には飲み物がないもうブームは去ったと思ったのに。最近また増えましたね。うちの子は爆発落ちなんてするような子じゃありません。ちょっとあなた！もっとよく調べてください。親御さんの気持ちもわかります。自分の子供にギャグセンスがないなんて思いたくないですよ。しかし状況から見てもよくある爆発落ちで間違いないでしょう。これ以上の詮索は不要かと。そっか。いいですよ。僕から誘ったんで。ごちそうさまです。また明日。ああ。財布すられたのに随分余裕だね。先輩。余裕なのはあれが本当の財布ではないからでしょ？何を言ってるんです？お会計の時、あなたはポケットの財布ではなく、また別のところから財布を出して支払っていた。はい、ありがとうございます。やはりあの財布から爆発物が見つかりました。ここ最近の爆発落ちは全てあなたが仕組んだものだったのでしょう。あなたはわざと財布をすらせ、そうして盗んだ人間を爆破して殺していたのです。悪い奴を殺して何が悪い？自首しなさい。あそこの毛はどうして縮れてる？突然何を言ってるんだ？まさか。まっすぐだったら。やめろ！目をつっつかれるからさ。爆発落ちなんてもう誰も見たくないのに。俺職人の手作りが食べて職人の手作りってお団子とか？えな。職人の作ったものなら何でもいい。何でも一緒だよ。そうだよね。行こう。すいません。この店の商品は職人の手作りですか？職人の手作りですよ。もともと京都で働いてた職人さんがね、今うちで働いてるんですよ。すげえじゃん。食べてこうぜ。すごい美味しかった。さすがは京都の職人だ。そうだよね。職人が手作りしてるところこっそり覗いてみようぜ。大丈夫かな？大丈夫だよ。行こう。めちゃくちゃ近いなんですけど。トイレあっちですよ。京都の職人の手作りじゃなかったんですけど。詐欺ですか？詐欺じゃないですよ。手作りでしょ。手でボタン押してるでしょ。手作業じゃねえじゃん。手作業でしょ。手で押してんだからボタン。ひどい。京都の職人の無駄遣いはやめてください。京都の職人をどう使おうが雇用主の勝手じゃないの。京都の何の職人だったんですか？
ボタンです。ボタン作り職人よ。ボタンの扱いには慣れてるのか。じゃあいいんじゃね？チャンスの神様には前髪しかありません。通り過ぎたらもうつかめませんね。向こうからチャンスの神様が歩いてきたらパーン言うてすぐ前髪ガーつかまな飽きまへんね。なるほど。見つけたら絶対逃さないぞ。あ、前髪しかない。チャンスの神様こら。なんだお前。あんたチャンスの神様だろう。チャンスの神様には前髪しかないって聞いたぞ。私はチャンスの神様じゃない。嘘だ。嘘じゃないし、もし神様だったとしてもいきなり髪の毛掴んでくるやつの願い事なんて叶えるわけないだろう。失礼だろ。セミナーで聞いたぞ。やめちまえ、そんなセミナー。神様じゃないならいいや。まあ帰れないよこれ。犯罪だからね。警察呼ぶから。それ勘弁してください先輩。誰が先輩だ。内定決まってるんです。知らないよ。尻でもケツでも何でも差し出しますから。一個しか選択肢ないじゃないか。一個しか言ってないよ今。勘弁してください先よし、輩。じゃあ一度だけチャンスをやろう。あ、やっぱりチャンスの神様だったんじゃないですか。この中にお医者様はいらっしゃいますか？どうしたんですか。この人たちが年齢じゃなくて健康状態の悪い方が席に座るべきだって。絶対元気だろ、じじい。若いやつは元気だろ。お医者様にどっちが不健康か見てもらおうかと。なるほど。医者いないっすか、マジで。あんた医者っぽいな。医者じゃないわよ。ただの教師よ。先生と呼ばれる職業じゃないか。ほとんど医者だろ。君はしろ。あなただって服白いじゃない。白衣じゃないのそれ。ほぼほぼ医者じゃない。何言ってんだあんた。兼用しなさいよ二人の。僕はただのサラリーマンですよ。あなたは何やってる人なの？何もやってねえよ。年金払ってないやつは席ぐらい譲れ。若者の荷物から注射器が。あなた医者じゃないの？医者じゃねえよ。なんで医者じゃないのに注射器なんて持ってるんだ。じゃあこの白い粉は？薬だよ。絶対医者じゃねえか。先生は最近物忘れが。好き嫌い好き。猫のしらみで恋占いかい？いや君か。君はまっすぐで男らしいからね。きっと両思いさ。女が男の内面なんて見てるわけねえだろ。性格いいやつより車持ってるやつの方が持ってるさ。誰ですか？猫の飼い主。ああ、飼い猫か。てっきりしらみ猫かと。なんだよしらみ猫って。今日は曲がるだろうか。右へ曲がります。ご注意ください。ピロピロピロ。いい声だな。バカ、曲がるのは左だ。いや間違えたね。あんた私をバカにしに来たの？君僕の注意声にならないか？右や左に行ってみたくてね。だってあんた車持ってないじゃない。君も車を持ってる男がいいっていうのか？そりゃ私車の注意声だもの。彼女とは何か進展があったかい？車を持ってない男は嫌だって。ほら見ろ、女なんてそんなもんだ。僕だって右や左に曲がりたかったのに。そりゃ君には難しいさ。どうしてだい？だって君はまっすぐな男だもの。少年たちの恋バナは大人の私にはどこかむずがゆかった。こっそり私はそれを猫のしらみのせいにしたんだ。おじさんかゆいの？しらみしらみ。やっぱりしらみ猫じゃないか。どうしよう。犬のおしっこが止まらない。今日犬預けるバイト始めたばっかりなのに。止まれ！止まれ！全然止まらない。どうしよう。ああ、寝ちゃってた。あ、まだ止まってない。てかなんかちっちゃくなってる。どうしよう。飼い主に怒られる。どうしたんですか？あ、なんか犬のおしっこが全然止まらなくて。犬なんてどこにいるんです？あ、犬消えちゃった。てかどっから出てんだこれ。警察なのにまだ一回も悪い奴を捕まえたことがない。今日こそ絶対悪い奴を捕まえてやるんだ。あ、ちょっとあなた、自転車乗りながら音楽聴くのは違反ですよ。音楽聴いてませんよ。ヘッドホンしてるじゃないか。これヘッドホンじゃなくて耳でカッターです。じゃあ違反じゃないのか。そうですよ、音楽鳴りませんもん。ちょっと、モーター音でリズム乗っちゃってるじゃないの。リズム乗っちゃったらそれはもう音楽じゃないか。リズムなんか乗ってませんよ。まんべんなく切ってんです。こうやって。ウォシュレットの動かないやつみたいな感じで、自分が動かないと綺麗に切れないんですよ。じゃあ違反じゃないのか。そうですよ、リズム乗ってませんもん。でもちょっと待って。切った耳毛はどこに捨ててんの？ポイ捨てしてんじゃないの？条例違反ですよ、それ。そんな頭おかしいことしませんよ。食べちゃってますよ。じゃあ違反じゃないのか。そうですよ、ちゃんとやってますよ。悪じゃないのか。くそ。ご苦労様です。今日も街は平和だ。本当は音楽も聴けるんだ。ちょろいぜ警察。20秒。私が1二銀を打つ。彼は今日でそれを取りに来るだろう。そこへ私が飛車打ち、大手だ。調理者インタビューを受ける私。だが負けた彼は私を陥れるためにハニートラップを仕掛けようとしてくる。しかしハニートラップは高額だ。彼はなぜ嫌いな奴にお金を使わなくてはいけないのかと葛藤する。そして彼は妥協案として一番安いハニートラップを頼む。だが最安値だけあって全く当てにならない。
のやつですけども。言っちゃうのかよ。好き。全く効果がない。しかし彼は風俗に行くよりも最安値のハニートラップを自分にかける方が安いんじゃないのってことに気づく。新たなハニートラップの使い方だ。敵ながらあっぱれだ。彼に近づいてくる女。好き。だんだん彼は彼女に夢中になっていく。しかし言わずもがな、彼女はハニートラップなのである。その女はやめておけ。時間切れです。何してんの？ちくしょう、小さい虫がたくさんいるから納豆でかき混ぜとってんだよ。かき混ぜとるってなんだよ、気持ち悪いな。ブンブン飛んでる方が気持ち悪いよ。それ食べるの？欲しかったらあげるよ。いらないよ、私虫納豆なんて。虫好きじゃないもん。じゃあ好きな食べ物は？お寿司かな。じゃあゴキブリ寿司も食べれるんだね。やっぱり虫好きじゃん。食べれないよ、ゴキブリ寿司なんて。何それ気持ち悪い。じゃあ寿司好きじゃないじゃん。好きだよ、エビとかマグロとか。それはエビとかマグロが好きなんだって寿司が好きなわけじゃないじゃん。本当の女好きは年齢も体型も気にしないだろ。真の寿司好きだったらゴキブリ寿司だって好きだろ。虫納豆が飛んだ。彼女が飛んだのは納豆をかき混ぜる遠心力のせいか、はたまた虫の力によるものなのか。彼女がいなくなった今、真相を知る術はどこにもなかった。もうあんな遠くに。臭すぎたのだろうか。空気清浄機に吸い込まれてしまった。拷問部屋とは穏やかじゃねえな。だが俺は何をされても口は割らねえ。そもそも違法だろう、拷問は。いや、ここにある道具は使わない。はっ、そんじゃ情け詰めか。おい、なんだこの空気清浄機。自分で言ってるじゃないか。空気清浄機。確かに彼らはその部屋の拷問器具を使わなかった。しかし私がそこを出た時、私はすでに人の姿をしてはいなかった。まったく。まあ、これで世の中も少しは綺麗になっただろう。整形したよ。全然変わってないじゃないか。しただよ、した。あ、タイヤ。今時美しくなるだけが整形じゃないさ。これからは整形もタイパ重視。今度は引き出しもつけるつもりさ。すごいな。それじゃ。タイパか。止まりなさい。二輪だね、君。ちょっと整形して。ナンバープレートついてないね。人間ですから。ってことは心臓で動いてるんでしょ。はい。タイヤ2つついてて動力ついてたらバイクだから。ライトもついてないし、これじゃ公道走れないよ。そんな。なんだろう、このバイク。こんなところに引き出しがついてる。すげえ変じゃん。すげえだせ。そうだよね。その時、突然バイクは走り出し、僕たちの元から勢いよく離れていった。遠ざかっていくそのエンジン音は、どこか悲しげであった。俺、五分目悟の書いた文章が読みてえな。そうだよね。そしたら俺、夏休みの読書感想文5分目にするわ。そうだよね。マジで5分目本出すんじゃねえ、そろそろ。そうだよね。本当に出ます。五分目悟初エッセイ集、真ん中の肘掛けの妖精。8月6日発売。早く読みてえな。そうだよね。回し蹴りできるようになりました。全然回ってないよ。あ、どこ回してんだ。回すのそこじゃないよ。普通の人間はそんなに首回らないからね。そうか。お前に話しておかなくてはいけないことがある。実はお前には腹違いの兄弟がいるんだ。明日会ってほしい。わかった。お前の兄弟たちだ。このド変態野郎。まさか腹違いの兄弟が動物と人間との子供とは。じゃあ純粋に人間同士から生まれてきたのは俺だけか。首の回る生き物たち。普通の人間はそんなに首回らないからね。まさか俺も人間と何がしかの生物との間に生まれた子供なのか。じゃなきゃ首が回ることの説明がつかない。店員さんすいま普通に遺伝だわ。どうしよう、レンタル彼女返却し忘れてた。こういう時どうすればいいんだろう。そうだ、未払いで止められちゃってたんだ。とりあえず隠そう。何か大きな袋でも持ってこよう。連絡もつかないし。すいません、大家ですけど、滞納してる半年分
あ、開いてる。すいません。死んでる。まずい、事故物件になんてなったら最悪だ。こっそり捨てちまおう。まさか呪われたりしないよね。化けて出てこないでおくれよ。あれ骨がなくなってる。やっぱり出た。ごめんなさい、ごめんなさい。謝るのはこちらの方です。滞納しちゃってて。ここから出て行きなさい。でも家賃。お払いしますよ。はあ。なんで払ってくれるんだろう。でも滞納金もなくなったし、死体もなくなったし、なんだか今日はラッキーな日だな。あれあの子レンタル彼女の。だいぶお風呂が汚れてきたため、思い切ってハウスクリーニングの浴室清掃を依頼した。じゃあ清掃開始していきますね。あ、お願いします。飲み物買ってきたんで、もしよかったら。めっちゃ排泄してる。人んちのお風呂で排泄しないでくださいよ。あ、この後すごく綺麗にしますのでご安心ください。いや、最後綺麗になっても気分的に嫌なんですけど。でも排泄我慢したまま掃除に集中できなくて適当になっちゃうのと、すっきりしてめっちゃ細かいところまですっごい綺麗にできるのとだったらどっちがいいんですか？いや、普通にトイレ貸しますから。いや、僕お風呂掃除専門なんで、トイレ汚しちゃった場合ちゃんと綺麗にできるかわかんないんですけど。使った後ちょっと周り拭いてくれればいいですよ。いや、清掃業者に拭いてくれって頼んだら料金発生しますよ。プロなんで。出てる最終的にすごい綺麗になるけど、途中で業者に排泄される清掃と、作業中業者が排泄しない代わりに仕上がりもそこそこになってしまう清掃。皆さんならどちらを選びますか？緊張するな。どうしたんですか？実は今日初めて横断歩道を書いたんです。すごい。一体どんな人が渡るのか。あれちゃんと横断歩道ってわかるよね。立派なもんです。渡ってるよ。うわ、男か。もう汚れてる。土足禁止にしよう。俺白いとこだけ歩いて帰ってみるわ。そうだよね。やめてやめて。タイヤの跡が。うわ食べ物が。匂いにつられて生き物がどんどん集まってくる。まあ、線を砂糖で書いてなかっただけマシですよ。奥の横断歩道が。おい、なんだよ。ポイ捨てしたな、この野郎。ゴミ捨て場だろ、ここ。横断歩道だ。だったらあの世に渡らしてやるよ。殺すっつってんだよ、この野郎。殺すって？おまわりさん、この人逮捕してください。殺人鬼です。僕じゃないですよ。勝手に横断歩道を書いてたのか。業者じゃないんだ。レジめっちゃ早いっすね。すごっ。ありがとうございます。嬉しい。前世もスーパーの店員だったんじゃないですか？あっちのレジにすればよかったな。あなた恥を知りなさい。何ですか？お肉食べるなんて。勝手に人のカゴ見ないでくださいよ。カゴ腹ですよ。動物は愛するためのものでしょ。愛してますよ、鍋を、肉を。それは虐待に加担しているのと一緒ですよ。トラだ。生態系が荒れて最近は山から虎が降りてくるんですよ。ちょっとあなたそれ銃じゃない。動物を殺して快感を得るつもりかお前は。このままじゃ危険ですから。動物は愛するためのものでしょ。でも危ないですよ、あの虎肉食なんですから。肉を食べるやつは死ねー。生き物への優しさから始まったことなのに、今じゃ本末転倒ね。カゴハラ、他者の同意を得ずに買い物カゴの中身を覗き見る行為を指す。転じて他人の生活や趣味に無断で干渉し、批判や中傷を繰り返す迷惑行為全般をも含む。私刺身が食べれないんです。海苔を消化できるのは日本人だけらしいから、もしかしたら刺身も遺伝によっては。そういうのいいです。腸内のバクテリアの数によっては刺身が生まれつき苦手な人もいるかもね。お前らもチャット GPT と変わらないよ。ただ知識を言うだけ。間違ってることを堂々と言ったりもするし。あれは数年前のこと。釣った魚をその場でさばいている。私も刺身が食べたい。釣れない。魚を釣りたい私は徹底的に魚釣りの技術を磨いた。しかし鍛えすぎた結果、釣る速度が速すぎて魚が一気と海面との摩擦で焼き魚になってしまうのであった。刺身で食べたいのに。それから私は再び数年の時をかけ筋肉を落とし、なんとか魚を生で釣ることに成功した。やっと刺身が食べられる。しかしあまりにも刺身を食べたすぎた結果、どうしても早食いになってしまい、その摩擦で刺身は必ず焼き魚になってしまうのであった。生の刺身が食べたいのに。パンダとの思い出をミュージアムにしたよ。もっとパンダを近くに感じたいからね。いっそパンダになりたいくらいさ。なかなか盛況じゃないか。かわいい。でもこれパンダだけでよくね？横のやついらねえだろ。気にすることないさ。出る杭は打たれるというやつさ。実は昨日街でも、あの人じゃん。パンダじゃない方。じゃない方か。
僕の顔がくり抜かれて記念写真のやつみたいになってる。ひどい。これフリスピーだね。そうだよね。俺ちょっと飛ばしてみるわ。てめえこの野郎、殴らせろ。僕じゃないですよ。これお前の顔だろ。僕です。じゃあお前が悪いじゃねえか。そんな意識を取り戻した僕の顔には大きな青あざがあり、街を歩けばパンダだと指を刺されたじゃない方ではなくなったのだ。飲食店の看板に目くず鳥の動物抱えてあるの苦手。今から食べられる側のやつが美味しいよと書いてるの怖いもんなんかウェルカムとかも言わされてる。今から食べる動物が笑顔でお出迎え。迎え来たのはあなたの不要逆に食欲なくなるよ。政府は少子化対策と増加する失業者への雇用提供を同時に実現するため、大人を子供として雇う政策を導入した。間もなく街には子供を仕事とする大人たちが増え始めた。おもちゃが来たぞ雇われた子供たちには交通費の他に、時折おもちゃが支給されるのである。俺ドローンだったわ。やっぱ最近の子供のおもちゃはすげえや。そうだよね。仕事終わりで飲み行こうぜ。俺くっせえ煮込みが食べてえな。子供の会話じゃないよ。俺には区別つかねえ。子供をやめる？いつまでも子供を続けるってわけにはいかないかなって。ちゃんと正社員として働いた方が。正社員が安心って時代じゃないからね。今いい大学行っていい会社入ったって急に倒産したりするんだからさ。子供のままが一番いいって。一番それがフットワーク軽いから自由じゃん。やっぱそうか。そりゃそうよ。いい飲もう。大フラ側一番。すいません、同じの。あ、2つで。俺昨日飲みすぎたわ。そうだよね。揺らさないで。お、戦車か。もうすぐ戦争になったりして。そんなわけないだろう。だったらもっと戦争の準備するだろう、政治家たちだって。確かに。そもそも俺たち子供にはもう選挙権もないんだから任しときゃいいんだよ。あ、おもちゃだ。今日は何だろう。銃だ、ピストル、鉄砲。かっこいいね。バケン。うわー。バケンバケン。うわー。バケン。うわー。